の試合はですね、攻撃側はですね、勝也さん、そして防衛側は山ペチーノさんとなっております。これねやっていただきたいんですが、ちょっとね攻める前にですね、ちょっと心境の方伺ってみましょう。勝也さん。はい、勝也さん。そうですね、もう前回いきなり2つ出てしまったので、ちょっと自分の見せ場が全然なくなってしまったのでちょっとどうですか、前回の自信のほどは。はい、あります。自信あるんですね。自信ある。はい、もうプランニングもしっかり頭に入って。そうですね。じゃあもう今緊張されてます？ものすごく緊張してますね。ちょっと、いつも手拭いてるんですけどハンカチ忘れてしまって。もう今日はティッシュタイプなんですね。ティッシュタイプなんですね。いつも通りの、落ち着いた攻めを見せてください。はい、頑張ってください。頑張ってください。お願いします。勝也さんでした。ありがとうございました。こちらがクラクラチャンネル側の防衛陣。そうですね、ドスさん、勝也さんにはね、もうね、イヤホンですね、もうされてますんで、もう我々の声届かないんで、思う存分語ってください。わかりました。もうちゃんとね集中してして攻めに備えてくれているということですね。今回はシングルとマルチですね。インフェルノタワーは1本ずつという形となっております。やはりこうアーチャークイーンを先に処理したくなるので、アーチャークイーンの周りをシングルにしている人が多いですね。そうですね、やっぱりこれによってゴレとかクイヒを早めに倒して事故らせるみたいな、そういった狙いがありますよね。さっきも中に入っていったバーバリアンキングが一瞬で解けてしまったので、あそこやっぱでかいですよね。やっぱりそうですね、さっきみたいにこうラバムシの、攻め方もあったんで、やっぱり援軍がバルキリー3体のベビドラ1体みたいな感じになってますね。そうですね、火力の高い援軍、さらにこうポイズンをかけても、簡単には処理できないような援軍となってますね。最近は本当防衛援軍事情変わっておりますんでね、こちらの防衛援軍とかね、皆さん最近ラバはあんまりよろしくないんじゃないかなっていう説結構出てますね。さあ今回の戦術はバルキリーやってみました。やっぱりバルキリー強いですね。クイヒバルキリープラスボーラ、先ほど感謝側での前回で同じようなアタックですね、同じような呪文編成になっています。最近のタウンホール中のトレンドはクイヒーバルキリー、皆さんこれを覚えて帰ってください。さあまずは周りの施設をカットしながら、アーチャークイーンにヒーラーをつけていく形ですかね。やっぱりあらかじめ少ない枠で外周施設を削っておくことによって、バルキリーって攻撃対象がね無差別なので外に飛び出してしまうということがあるんですよ。なので結構ね初めの段階で外周の施設を削っていくみたいな、そういった感じが結構見られますね。今回はやっぱシングルインフェルノに対してバルキリーだったりボーラーをガッと当てていくことによって、ほとんどこう効果発揮することなく、インフェルノタワーを無効化していこうという。さあここで面白いのがバルキリーでターゲットを取りつつ、ちょいホグからのウィズで、ここの外の大砲を削っていきましたね。でそしてしっかりとタウンホールをここのウィズが叩いておりますんで、ちゃんと星にも狙ってますもんね。しっかりと序盤でタウンホールを、取りながらクイヒを回していきました。さあ本命はこちらバーバリアンキングの9時方向のバルキリーですね。はい、そして、外周は、ババキンボーラーで回していって外の施設を削っていくことによって、さっきも言ったようにバルキリーが、外に飛び出していかないようなそういったルートを作ってますよね。このババキンボーラーもかなりボーラーの数入れていきましたね。さあこれはやっぱり壊したい防衛施設が結構このルート上にあるので、ボーラーの数は結構増やしたといった形ですかね。さあ真ん中一気にレイジ状態のバルキリー、そしてボーラーが進んでいきますが、もうアーチャークイーンも一瞬で処理して、さらにインフェルノタワーもう一瞬で亡き者になりました。さあそしてこれはただバルキリーは今どうなってます？バルキリーはもうやられてしまってますね。ただしどうですか、ホグライダーが残っているのとヒーラーがクイーンにしっかりついているので、でもボーラーがやられてしまう。さあボーラーがやられてしまって残っているユニットがボーラー1体、ガーゴイト、そして外周走っている。さあまだわからないぞ。まだわからないです。アーチャークイーンがクロークを残しているので、防衛施設の破壊まではいけるんじゃないでしょうか。これは結構あるんじゃないですか。ありますね、あります。さああります。ホグライダーがあと1体、さあクロークを使って防衛施設残り1個ですね。迫撃砲が残り1個、30方向に残っています。さあそしてホグも1体残っているんで、個人的にちょっと怖いのが大工の小屋ですね。ここ残っているので、でもあと1分あるんで、そうなんですよ、ホ時間グが残って的にも十分大丈夫そうじゃないですか。ちょっとアーチャークイがこの後どういった動きをしてくれるかも結構ポイントになってきますね。そうですね。さあ最終地点は12時方向大工の小屋になりそうですが、さあどのように破壊していく。ホグライダーが1体残っているのが心強いですね。そうですね。壁を飛び越えていけるので、このホグライダーが最終的に大工の小屋、おっとアーチャークイーン上に行きました。アーチャークイーンが上に行って壁を殴り始めますね。ただホグライダーがまだ1体いるので、はい、ここでバネトラップで飛ばされさえしなければ間に合うんじゃないでしょうかね。時間もまだ20秒ちょいありますんで。残り1体の施設は大工の小屋。さあここでガーゴレやられてしまったが、ここでホグライダーが最後の大工いやー素晴らしい。うわーすごっ、すごかったですね。